はい、こんにちは。以前このような電動工具トリマーを使ってこのような板材に好きな位置に溝を掘ったり、木材に対して簡単に直角に溝を掘っていくことができるジグの作り方、使い方について解説していったんですけど、ジグを使って出来上がるこのような溝はストレートビットの決まったサイズしか作ることができませんでした。なので今回はこのようにビットの下にベアリングがついていなければ U 字ビットや V 字ビット、いろんなサイズのストレートビット、こういったのも使えるトリマーガイドを作っていこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめにこのような電動トリマー、これを使って溝を掘っていくときに付属のトリマーガイド、これがなくてもトリマーがまっすぐ走ってくれるように、このような幅が5センチ、厚みが15ミリの修正材と、一方が15ミリ、もう一方が25ミリで、そして厚さが1.5ミリの長さが60センチの L アングル、これを2本、合計でこちらの3つのアイテム、これをベースにトリマーのレールを作っていこうかと思うんですけど、まずはこちらの修正材、これをアルミアングルの長手の方向、これを2本分、それとトリマーのベースプレート、これを足した分の寸法を印をつけて修正材を2本カットしていこうかと思います。このような形でアルミアングルの長手方向2本分、それとトリマーのベースプレートの長さ、これを足した分の修正材を2つカットしていきました。そしてこちらの2枚の修正材、これをアルミアングルの両端の部分にトリマーのベースプレートの間隔を分けて取り付けていこうかと思うんですけど、 L アングルの角の部分、これを内側にして、 L アングルが斜めになるとトリマーがまっすぐ走ってくれませんので、それぞれの L アングルがぴったりと平行になるようにして、 L アングルの修正材と取り付く部分にこのような下穴ビットで下穴を開けて、両面テープで仮止めをして、このようなタッピングビス、これを使ってアルミアングルと修正材を取り付けていこうかと思います。
このような形でアルミアングルと修正材、ここの関係を90度直角にして2本のアルミアングル、これを平行に取り付けていきました。そして実際にジグを使ってトリマーの加工を行っていくときに、ジグの端の部分、ここにトリマーが来たときにトリマーの位置が定まらなくて加工がしにくいかと思いますので、このような先ほど使っていった修正材と同じような修正材なんですけど、幅が 30mm、 厚みは先ほどと同じ 15mm の修正材を使って、それぞれジグの両端の部分にトリマーがきちんと止まってくれるストッパーを作っていこうかと思います。このような形でジグのそれぞれ両端の部分にトリマーがきちんと止まってくれるストッパーをつけていきました。そして実際にこのような板に溝を掘ったりするときにトリマーがストッパーのところまで来て、レールの内側をトリマーが通過して加工していくんですけど、トリマーがストッパーのところまで来たときに対象の板の部分だけではなくてジグの修正材のところまでトリマービットが来るような形になります。なので当然ね、皆さんお持ちのトリマービットで問題はないんですけど、できればストレートビット、これの一番大きなサイズで、通常私が溝を掘ったりするときはそこまで大きな深さは掘らないんですけど、こちらの修正材のトリマービットが来る部分、ここに通常よく掘っていく溝の深さよりちょっと深めにトリマーがストッパーの部分で止まる部分まで深さ 10mm の加工をしていこうかと思います。このような形でトリマービットが当たる部分の修正材、これを2箇所大きめのストレートビットで通常よく掘っていく溝の深さより少し深めの深さで加工していきました。これでこちらのトリマーガイドは完成です。そしてこちらの使い方なんですけど、今回は以前作った作業台、こちらの長さをベースに今回のジグを作りましたので、まずはこちらの作業台、これに加工したい木材を置きます。そしてその上からジグを乗せていって、加工したい木材、これの小口の部分と修正材がぴったりとくっついていることを確認して、アルミアングルの外側の部分、それと加工したい対象物、これをクランプなどできっちりと固定します。そしてトリマーの進路方向に邪魔になるようなものがないかを確認したら、きっちりと固定されたことを確認して、ジグのストッパーよりほんの少し向こう側の部分、ここからゆっくりとトリマーを下に落として、
トリマーを手前のストッパーまでスライドさせて、あとはトリマーを向こう側に走らせると、このような形で簡単に溝を掘ることができます。そしてこのような V 字、U 字のトリマービットも同じ要領で加工していくと、このような形で綺麗に一直線に V 字の溝、U 字の溝も掘ることができました。ただね、今回作ったこちらのジグ、これはこのような形でここに溝を掘りたい、こういった目印をつけてもぴったりとした位置を合わせることがちょっと困難なんですけど、次回こちらのジグに目標にぴったりと位置を出すことが簡単にできる装置、それとさらにこちらのジグ、これをもっと便利に使っていく装置、これを作っていこうかと思いますので、次回もぜひご視聴よろしくお願いします。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。